紫式部の給料は？光る君へに学ぶ日本史。売れっ子作家はいくら稼いだのか。紫式部を現代的に言えば世界的ベストセラー「源氏物語」を書いたノーベル賞級作家といったところである。果たして彼女の収入は一体いくらあったのだろうか。紫式部の給料を詳しく見ていこう。紫式部の父藤原為時は中級貴族であったが、紫式部も幼年時代はもちろん父親の世話になった。成人して宮中に上がるまで紫式部はニート生活を続けたようだ。為時は長い間間食がなく、彼女の家庭は幼い頃は貧しかったと言われているが、果たして本当だろうか。平安時代の中級貴族は貴禄、威禄、遺伝という3種類の給料を朝廷からもらっていた。貴禄は足絹、粗悪な絹織物や綿、布、麻織物や鉄桑などで支払われた。そして威禄はお米で、遺伝は農地という形で支給された。為時は従五位の下の期間が長かったようなので、当時の従五位の下の貴族の給料を見てみよう。従五位の下の記録は足絹8匹、綿8トン、布24トン、桑48口で、これらを米に換算すると37石である。次に従五位の下の威禄は、平安中期には215石の米が支給されていた。そして従五位の下の遺伝は8丁の農地が与えられたが、152石の米になったと考えられる。つまり紫式部の父藤原為時の年収は合計404石以上あったことになる。これは当時の都の一般庶民の平均年収が 3.6 石なので100倍以上となる。平安時代は中級貴族であっても庶民の年収の100倍以上という極端な格差社会だったのである。平安中期の単純労働者である庶民は1日に平均して米1升を受け取っていたので、年間で約 3.6 石となる。これを現代の日雇い労働者に置き換えれば、一般の土木作業員の日当は約1万円である。この作業員が年間に360万円稼ぐと仮定すれば、その100倍は3億6千万円である。つまり貧しいと言われている中級貴族の藤原為時だが、最終的な年収は約3億6千万円以上もあったのである。平安貴族は何人いたのかの動画でも述べたが、平安貴族は約5000人だったと言われている。一方、当時の日本の人口は約700万人なので、貴族は1400人に1人の割合で、人口のわずか 0.007% だった。さらに中級貴族の年収が3億6千万円だったのだから、上級貴族の藤原道長などはもっとすごかった。11位は従五位の約100倍の収入と言われるので、道長の年収はざっと360億円ということになる。藤原道長の年収は当時の一般庶民の1万倍であったことになる。
年俸が101億円の大リーグの大谷選手もびっくりである。藤原為時は官職のない時代も長かったようだが、その時でも年収は1500万円を下らなかったという。成人するまでの紫式部は収入がなくても為時の世話になりながらじっくりと学問に励めたはずである。さらに紫式部が結婚した藤原信孝の位階は正五位の下と為時と同じであった。紫式部は結婚して娘を設けるが、信孝に数年で先立たれている。しかし当時は女性も財産権が認められていたため、親や夫の家や土地を引き継いで所有していたのである。そのために紫式部や清少納言が年老いてから没落して惨めだったという逸話が存在するが、そのまま信じることはできない。後世の何者かがやっかみでそんな逸話を残したのであろう。紫式部や清少納言は頭領の娘であったが、父親や夫が死んでもすぐに没落する心配はなかったのである。また結婚すれば夫の財産を引き継ぎ、男の子が生まれて成人すればその世話になることもできた。紫式部には男子がいなかったが、娘の建子が御霊勢天皇の乳母となり、従三位に叙され、第二の三位と称される最高位の女房となっている。また清少納言の娘駒明部も彰子の女房となっている。それでは紫式部が宮中の女房として使えるようになってからの給料はいくらだったのだろうか。当時の律令国家の女官たちは記録や遺録があったが、男性の半額であった。天皇を生んだ国母の中宮彰子に仕えた紫式部の位階は5位以上と目されていたので、単純に年収は1億円近くあったということになる。これは一般的な女房の年収なので、源氏物語を書いた紫式部ならさらに歩合給をもらったはずである。女房たちには着物や絹織物、綿や布が年に2回ほど支給されたという記録が残っている。いわゆるボーナスである。中宮彰子は紫式部が源氏物語を書いたことで一条天皇を引きつけた。そして彰子は2人の王子、後の後一条天皇と後朱雀天皇を生み、道長は外祖父となり摂関政治の基盤を固めた。藤原道長と紫式部が愛人同士であったかどうかは別にして、道長にとっては紫式部様々なのである。まさに年収360億円男の道長が臨時ボーナスを弾まないわけがない。また女房たちは天皇からは御菓子品が、皇后からは享禄の支給があった。現代の天皇からの御菓子品は和菓子などが多いが、当時は金銀の装飾品など貴重な品が多かった。また皇后からの享禄とは文字通り客人を接待供応することによって得る禄である。紫式部も客人の前で美しい舞を披露して享禄を得ていたのかもしれない。平安時代に出版の印税制度などはなかったが、紫式部は
臨時手当をたんまりともらったに違いない。やはり世界的な文学作品を執筆するには莫大な費用と時間が必要なのである。日本の文科省の役人たちはこのことを肝に銘じるべきである。ちなみに紫式部が書いた源氏物語に1000年間の印税が発生したとすれば約8000億円になるという。光る君へで紫式部が高価な十二一重を着て華麗に舞う姿を見てやはり憧れるが、庶民には縁遠い物語だと改めて実感する。